皆さん、こんにちは。いちです。いかがお過ごしでしょうか。今回はフランスの簡単家庭料理を紹介しちゃいます。満足感のあるじゃがいもが主役の料理で、作り置きにも最適です。揃える材料も少ないので、あっという間にできちゃいます。それでは一緒に作っていきましょう。まずは玉ねぎの下準備から始めます。今回の料理ですが、フランス語でポムブランジェールという名前の料理です。直訳するとパン屋風のじゃがいもという意味になり、この料理自体はパン屋がパンを焼くときに使う釜の余熱を利用して生まれたじゃがいものグラタン料理として有名です。また一度にたくさん作ることができるので、フランスのレストランではまかない料理として見習い料理人が作る定番料理でもあります。僕がこの料理を初めて食べたのはフランスに渡ってからのことで、10年以上も前になります。休日に一人訪れたブルゴーニュ地方の玄関口で有名な都市ディジョンのブラッスリーです。ちなみにディジョンはマスタードや辛口白ワインとカシスリキュールを合わせて作る食前酒のキールで有名な町です。この料理はレストランでは単品で提供されることはなく、主に豚肉や子羊肉、そして魚のグリルの付け合わせとして提供されることが多いです。注文した豚肉ロースのロティの付け合わせとして食べたのですが、素朴な味わいのじゃがいもの中に玉ねぎの甘みとチキンブイヨンの旨みが染み込んでいて、しっとりとした一体感が印象的な味わいでした。それ以来自分好みにレシピを変えて好んでよく作っている料理の一つです。さて、じゃがいもの皮を剥き終わったら表面は軽く水洗いしておきます。続いてスライサーを使って薄くスライスします。目指す厚みは 2,3mm です。この厚みでスライスすれば仕上がりの見た目も美しく、味わいも玉ねぎの甘みとチキンブイヨンの風味がじゃがいもにしっかり染み渡るので、しっとりとした一体感を強調しやすくできます。それとスライスしたじゃがいもは水にさらさないでください。じゃがいもから出てくるでんぷんにより、じゃがいも同士が加熱中に接着する効果が生まれるからです。下準備は以上です。それでは次の工程に移ります。鍋にオリーブオイルを入れます。玉ねぎスライスを加えたらすぐに塩をして中火で炒めます。塩を初めからしておくことで玉ねぎから水分が出やすくなり、旨味と甘みを引き出しやすくなります。このまま玉ねぎがしんなりするまで炒めてもいいのですが、蓋をして蒸すように炒めることで短時間で玉ねぎをしんなりさせることができます。焦げないように注意をして10分間蒸しながら炒めました。全体的に玉ねぎがしんなりしてきたら中火を保った状態でタイムと白ワインを加えます。という場面もお見せしたかったのですが、白ワインを加える直前になぜか録画ボタンを止めてしまったので撮影できていませんでした。本当にすいません。白ワインが半分ほど煮詰まったらバターを加えます。白ワインとバターを加えることで味わいの奥深さとインパクトが数段変わるので、ぜひ入れてみてください。バターを溶かし玉ねぎ全体に馴染んだところで火加減を弱火に落とします。先ほどスライスしたじゃがいもを全体の1/3の1の量だけ加えます。一度に全てのスライスしたじゃがいもを加えると玉ねぎと合わせづらくなります。少しずつじゃがいもを加えて玉ねぎの味わいがじゃがいも全体に行き渡るようにしてください。またじゃがいもを加えるときはそこまで神経質になる必要はないのですが、もし複数枚重なっていたら玉ねぎと混ぜ合わせやすいようにじゃがいもを剥がしてあげてください。もう一度全体の1/3量のじゃがいもを加えて先ほどと同じようにゴムベラで混ぜます。ここまでできたら表面が平らになるようにならしながら鍋の縁もきれいにしておきます。最後は焼き上がりの見た目もきれいに仕上げるため、じゃがいもを鍋の外側から螺旋状に並べていきます。そしてじゃがいもスライスを並べながらできるだけ表面がデコボコしないように平らになるように注意してください。チキンブイヨンを加えます。分量通り入れていただければ問題ありませんが、
目安としてじゃがいもの表面をほんの少しかぶる程度がベストです。チキンブイヨンを加えたら、じゃがいもと相性の良いタイムとローリエはお好みで表面にのせてください。それとバターを加えるタイミングで胡椒を入れ忘れてしまったので、最後に黒胡椒を加えました。最後は表面にキッチンペーパーをかぶせて火加減を中火にして一度沸かします。キッチンペーパーをかぶせているのは部分的に焦げるのを防ぐためです。170度に予熱したオーブンで80分から90分間火を入れます。もし余裕のある方はオーブンから出す約10分ほど前にクッキングシートを取り除けば表面にきれいな焼き色がつきやすくなります。鍋をオーブンから取り出すときはとっても熱いので、やけどには十分気をつけてください。表面のタイムとローリエを取り除いて、仕上げにフレッシュのタイムを散りばめました。紹介しているレシピは全ての加熱工程を一つの鍋で調理できる耐熱鍋を使用して作りましたが、耐熱鍋がない場合は耐熱皿でも仕上げることができます。その際は炒めた玉ねぎとスライスしたじゃがいもを合わせてから耐熱皿に移し替えて、チキンブイヨンを注いだ後オーブンで仕上げる方法になります。それとこのレシピは少量で作るよりも紹介した分量で最低限じゃがいもは 1kg 使って多めに作った方が少ない分量で作るよりも確実に美味しく仕上げることができます。出来たて熱々も美味しいです。時間に余裕のある方は30分ほど室温に置いて余熱が取れた方が玉ねぎとブイヨンのうまみがじゃがいもになじむので、より一体感のある味になります。また冷蔵庫で3日間は美味しさを保って保存できるので、作り置きレシピにも向いています。常備野菜で作れるフランス家庭料理をぜひご家庭でも挑戦してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。